こんにちは、ますみです。本日はセマンティックカーネルの使い方 Python 編を解説します。この動画を見ることで Python を用いてセマンティックカーネルをどのように使うことができるのかを知ることができます。セマンティックカーネルについてまだ知らない方はこちらの動画を先にご覧ください。それでは本題に入ります。まず環境構築の方法を説明します。今回はセマンティックカーネルのライブラリを用いていくため pip インストールセマンティックカーネルをしましょう。そして次に環境変数を設定していきます。次のような環境変数のファイル .env ファイルを作成しアップロードしてください。セキュリティの観点からこの .env ファイルを用いた方法を推奨しますが、この方法を使わない方法もこの後説明していきます。次に OpenAI の API を用いたセマンティックカーネルの実装方法を説明します。まずはじめに OpenAI の API キーと Organization ID を設定していきます。先ほど .env ファイルを作った方々はこちらを実行する必要はありません。次に先ほど設定した環境変数を getEnv で読み込み API キーと OrgID の変数に格納していきます。もしも .env ファイルを作成した方はこちらのsk.openai-settings from.env という関数を使うことを推奨します。そしてコードの説明をもう少しだけすると、ここでカーネルのインスタンスを作成し、このカーネルに対して Add Text Completion Service というコネクターを追加しています。この時 OpenAI Text Completion というクラスを用いて TextDaVinci 003のモデルを読み込んでいます。そしてカーネルの中のメソッドである Create Semantic Function に対してプロンプトを入力し実行します。それでは実行してみましょう。そうするとこのようにエンジニアになるための学習ロードマップを教えてというプロンプトに対して回答をしてくれています。最後に Azure OpenAI サービスを用いたセマンティックカーネルの実装方法を解説します。先ほどと同様に Azure の OpenAI のデプロイメントネームとエンドポイントと API キーを環境変数に設定し、それらをこのように変数として読み込んでいます。もしも .env ファイルを作っている方はこちらの Azure OpenAI Settings from.env の関数を実行して変数を作成します。そして先ほどと同様にAdd Text Completion Service を実行するのですが、今回は Azure Text Completion というクラスを用いていきます。そして同様に Create Semantic Function にプロンプトを入れることで実行することができます。以上、本日はセマンティックカーネルの使い方 Python 編を解説しました。もっと学びたいという方はこの動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録、友達追加お願いします。ではまた。